マートフォンジンバルの必要性を考えたことはありますか？最近の iPhone には強力な手ブレ補正機能が搭載されており、手持ち撮影でも十分滑らかな映像が撮れます。しかし、ジンバルでしか撮影できない滑らかな動きや特殊なカメラワークを使うことで映像のクオリティが一気に引き上がります。今回新しく発売された Insta360 Pro 2 Pro は iPhone 撮影に特化したオールインワンジンバルです。スムーズなカメラワークを可能にするだけでなく、360度無制限の撮影範囲や進化したトラッキング性能により、従来のジンバルの枠を超えた撮影体験を提供します。高品質な iPhone での撮影体験をぜひご覧ください。はい、どうも皆さんこんにちは、あきらです。今回ですね、長野県の松本城のねところに今来たんですけれども、今回じゃじゃん、はい、インスタ360さんからね、新しいスマホジンバルを送っていただきました。はい、これをねちょっと皆さんに今回紹介しつつ、新作のこのねフロー2 Pro っていうねこのスマホジンバルがどれだけ使えるのか、そしてスマホジンバルが必要なのかどうか、スマホジンバルを使ってできることとか、実際にカメラワークどんなことができますよ、どういう風な撮影ができますよっていうのをちょっとね皆さんに具体的に今回解説しつつ、紹介していきたいなというふうに思っております。でこのねスマホジンバルめちゃくちゃいいのが、ここに今マグセーフでアタッチメントを取り付けてるんですけど、これねワンタッチでじゃんつけることができます。でこのまま使えて、でなんならこれ縦もいけるし横もいける、これすぐに変えることができますと。でさらに伸びます。はい、でなんならねまだまだこれ足出てくるんですよ。こんな感じでこれで置いて撮ることができたりする。今スマホジンバルを買うならもう絶対これ一択やなっていうようなね新製品が出たので、今日はねこれについてご紹介できればなと思っております。はい、ではまずですね、このねフロー2 Pro がどのようなものなのか、細かく見ていきたいんですけれども、これ本体はですね 357g しかございません。なのでめちゃくちゃ軽いし、本当に撮っててそこまでねストレスのない重さになっておりますと。でこのフロー2 Pro インサ360さんのねフローシリーズが、スマホジンバルのねシリーズになるんですけれども、もうほとんどがですね iPhone 向けです。もう iPhone に超向いてるというか、もう iPhone ユーザーだったらぜひね使ってほしいというようなものになってます。詳しくはね後ほど紹介するんですけれども、今回ねこのように取り付けのアタッチメントがマグセーフのものがあるんですよ。で駆動時間もね10時間持つので、1日フルで使ってても余裕やし、充電も2時間で USB-C で充電をねさせることができます。で自撮り棒のこの長さ、これはねだいたい21センチぐらいの長さになるので、かなり炎上しながらセルフィーを撮ったり、このままスタンドとして置いてタイムラプスを撮ったりね、そういったことができるようなジンバルになっております。はい、それではね、このフロー2 Pro の使い方と接続方法をね皆さんにご紹介したいなというふうに思います。このジンバルね iPhone ユーザーマジで使いやすくて、まずね電源の入れ方としてはもうこれをこう起動させるだけ、もうこういうふうに起こすと電源がつくというふうになります。でこの iPhone をここにかざすだけでまずね接続ができます。この NFC でね接続ができて、無線でもうコントロールができちゃうようなものになるんですが、これをかざしてそれを接続すると。でこの動作は初めの1回限りで大丈夫です。ちょっとだけ待つんですけど、これをやることで iPhone ともうシームレスに接続ができるという風なものになっております。はい、それではね実際の操作感をね見ていきたいんですけど、まずこれジョイスティックがついてるので、こんな感じでカメラをね自由自在に動かせますよと。でここにトリガーボタンがあるので、これを2回押してあげると正面向きます。で3回押すと、はい、こっちにフロントにインナーに向いてきますと。でまた3回押すと、はい、向こうに向くといったところですね。ですごくいいのが、ここのトリガーを回せばこんな感じでズームアウトとか、することもできたりします。レンズもね変えることができますね。でもうこれ接続してあるので、録画ボタンを押せば、はい、こんな感じで撮影ができます。で止めるときはまた押すと。で今外カメ向いてますね。でこれを右のここのボタンですね、これを押せば、はい、内カメになってこんな感じで見えますと。でもう一回押せばあっちに向くと。でさらに右ボタンを2回押すと、ほんなら縦になります。でもう一回押せば横になると。でしかもこれはこんな感じで手でパッとできちゃう。こんな感じでねモーターがねガガガガとかならないんで、これもすごく使いやすい。でこの下のボタンを押せばモードをね変えることができますと。今これ一番上のね、はい、光がここにね光ってると思うんですけど、これがオートモードで、1回押すとフォローモードですね。パンとかチルトの動きに高速で、はい、追従します。で下がパンフォローモードですね。このパン軸横だけですね、チルトはいかないという風なモードになったりとか、でさらに左側が FPV モードになるので、この Z 軸と呼ばれるねこの斜めまで追従できるという風になっております。で基本的にここのトリガーですね、これを押してるとロックされてるので動かないという風になって固定して撮影ができます。でさらにねこの上のボタンを押すと、これがこんな感じで勝手に360度回り始めます。
なのでこれでねいろいろと追従させて撮ることも一応できます。僕は使わないけど一応こういったこともできますね。そして下のボタンですね、これを長押しをすると電源が切れます。でもう一回長押しをしてあげるとつけることができて、でさらにこれを3回押します。123と、ほんならスリープモードになるので、これでね、ちょっとね休ませて、置いておくことができたりするといったことになります。はい、そしてですね、このねジンバルのめちゃくちゃいいのがもうトラッキングです。はい、めちゃくちゃ優れてます。これねトリガーボタンを1回押すだけでここのね部分が緑に光るんですけど、これでね完全にトラッキングしてくれます。僕がねもうこんな感じで今ジンバルをね振り回してるだけなんですけど、僕をね勝手に追いかけてこんな感じで角度とかね僕が画面の中に入ってくるようにしてくれるんですよね。どうこれ、ここの精度やばいっすよねマジで。でこれは今ね純正のアプリでねしてると思うんですけど、ブラックマジックカメラであったりとか、インスタサヌクマルの専用アプリとか、どんなカメラアプリでも対応しちゃうというのがこのねカメラのすごいところかなというふうに思います。はい、というわけでですね、それではここからはですね、そもそもこのねスマホジンバルって必要なのかっていうところを皆さんにね、僕なりの意見とか、どういうふうにね撮影したい時に必要かっていうのを少し皆さんにシェアさせていただこうかなというふうに思うんですけれども、このジンバルのねメリットとしては大きく5つあると思っています。まず1個は、もちろん大きなね揺れにこう耐えれると、補正してくれると。これはやっぱりね、手持ちでね撮影するよりもやっぱりね明らかに滑らかなねシーンが撮れるので、そこはね絶対大きな強みですよね。で2つ目がですね、カメラワークにこだわれるというところ、そしてロングショットを撮りやすいというところですね。例えばこうねジンバルを例えばねこう伸ばしてあげて、で低いところからゆっくり歩いて高さを上げていって撮るというような、クレーンショットというようなねこういった撮影を簡単にねすることができます。これをいう撮影をするとすごくね背景も伝えつつ、その人がどこにいるのかっていうようなね様子をすぐにね簡単に伝えることができるので、こういったクレーンショットが撮りやすかったりするし、あとはね今ねこの車両をね撮影してたりしてたんですけど、ここにねこう入ってくるところに僕がねこうローアングルから攻めていって、こうやってジーフさに撮っていって、で車が来たらそこをねこう円を描いて回ってあげて、でそれを編集で速くしてあげて、でまた引いていくみたいな、それがねこう編集するとねこういう風にいい感じのね映像に仕上がるかなと思うんですけど、こういう風なロングワークですよね。手ぶれをね一切気にせずにもう長いワークをねすることができるっていうのがやっぱりねジンバルならではのね強みかなというふうにも感じております。であとはそもそもですねローアングルとフィックスの撮影がしやすいです。普通はねこういうふうになっていますが、これをねもうちょっとこんな感じで反対にしてあげればすぐにねローアングルで撮影をねすることができる、めちゃくちゃ簡単ですよね。あとねこれ三脚がついていますね。なのでこれを出してあげて、でもう置いてあげれば三脚として使うことができる。なのでめちゃくちゃねこうフィックス、定点のね撮影をすごくやりやすいし、自分がねちょっと手を明かしたい時とかあると思うんですけど、そういった時にすごく便利だったりしますね。であとはね、このジンバルならではになるんですが AI トラッキングですよね。もうトラッキング性能がかなり優秀で、詳しくは後ほど紹介しますが、もうここのねトリガーを1回押すことで、めちゃくちゃ高性能なねトラッキングをねしてくれると。なのでこの三脚を置いて自分がこういろんなところに行ってもトラッキングしてくれるみたいな、すごい高性能でもう自分専用のねカメラマンになってくれるみたいな、そういったメリットもあると思っています。で最後はですね、なんといってもねグリップ感なんですよ。もうこうやって持ってるっていうのはすごく楽です。普通さスマホってこうやってさこう自分でこうやって持って、意外とこの横画面って疲れません？これ iPhone16 Pro Max とかは重たいから、こうやって横でねこうやってずっと持っていくの結構しんどいんですよね。でもこうやってさここ曲げれるから、こうやって置いとけるのはすごく便利なんですよね。実際にはずっとこうやって長時間やってても疲れない。これはね意外とねめちゃくちゃね楽ですよ本当に。で手ぶれを気にせなくてもいいので、こうやって待っておけばめちゃピタッと止まったような撮影ができると。なので疲労感の軽減っていうところもすごくいいところだと思うので、これらがねそもそもジンバルを使うことによるメリットというところになりますので、ここら辺がねすごく助かるんじゃないかなというふうに思っております。はい、というわけでそれではここから実際にこのねジンバルならではの新機能であったりとか性能っていうところをね皆さんに詳しくね見せていきたいと思うんですけれども、ちょっと曇ってきてだいぶとね目が優しくなったのでサングラスを取ります。僕結構ねこう明るいシーンにすごく弱くて、ちょっとねサングラスつけさせてもらってたんですけど、そんなこと置いといて、まずねこのジンバルの最もいいなと思うところというか推しポイントはトラッキング性能です。トラッキング性能がもうやたら良くて、このね Apple Dock Kit によるネイティブトラッキングに対応してるんですね。これね NFC をかざしてこの iPhone との連携ができるとお伝えしましたが、これによっていろんなアプリとかでこのねジンバルを制御したりとか、そういったことができるという風になっております。なので純正のアプリでトラッキングをするっていうのももちろんやし、ブラックマジックカメラであったりとか、他のカメラとか、あと YouTube、Instagram とかのライブ配信中にもこのねトラッキングができるという
風になるので、このねトラッキング性能とこの機能っていうのはマジめちゃくちゃ素晴らしいと思います。詳しくねこの後にも紹介するんですけど、とにかくトラッキング性能がまずエグいです。で2つ目がですね、パンとティルトが360度無制限なんですよね。これもすごくて、ここのパン軸、ここの横っていうのがこれ無制限にいけちゃうんですよね。はい、ちょっと今僕のノーション丸見えなんですけど、これ一生いきますと。でさらにティルトになるんですけど、これはねモードをねちょっと分けてあげるんですけど、ここの部分をねちょっとこういう風にねカチッとやってあげることによってこんな感じですね。はい、これがフリーティルトモードになるんですけど、わかるかな。こういう風に無制限にこのティルト軸、ここですね、この縦がどこまでも行くんですよ。こんな感じ。はい、このねモードだからパンもいけるしティルトもどこまでもいけちゃうみたいな、これがねすごいよね。ジンバルって結構その制御できる角度みたいなんてまあね決まってたと思うし制限あるんですけど、これはねもう一生どこまでもいけるっていうのがかなり強いところですね。はい、でそして次3つ目がですね、ここにミラーがあって、こう自撮りをねするときに自分をね確認できるんですよ、このミラーで。これがね結構ね侮れないです。これで自分を確認できるとか自分の背後を確認できるっていうのがすごく良くて、物理的な前髪いけてるかなみたいなとかもちろんやし、あとね人がね後ろにねいないかとか、なんかこう撮ってる時に邪魔になってないか自分の存在がとかもすごく見れます。車が来てるとか歩行者が来てるとかも全部このミラーで確認できるんですよ。なので自分を確認できるっていうのはもちろんやけど、その他の要因を確認できるっていうのでめちゃくちゃいいです。でしかもめっちゃ広角のミラーというか、すごくね視野角が広いので結構こんぐらいやったらね車全体入るんですよね。はい、なのでめっちゃここのミラーはね本当にナイスだと思います。はい、で次4つ目がですね、アクティブズームトラッキング。これもねすごい、ここからねちょっとトラッキングの話になってくるんですけど、このトラッキング性能ですごくいいのが、こう被写体からね離れた距離であったとしても正確にトラッキングをしながら、それでいてしかも電動でズームをしたりとか寄って撮影したりとかね、そういったことができるんですよ。これはね望遠のレンズに依存するので、例えば iPhone15 Pro だったら9倍ズームとか、こういった16 Pro Max だったら15倍ズームとかね対応するんですけど、こういうねトラッキングができるっていうのはすごくおもろくないですか。僕結構ね走り回ったりしてたんですけど、全然ね問題なく追従してると思いますし、でトラッキング性能全体に言えるんですが、何か障害物が前を通過してもすぐにねそこから回復してくれます。一旦ね長い間かぶさるとねちょっとこう認識にね時間かかるかなという印象はあるんですが、でもね素早くねこう戻ってくれるというか、スムーズにねこう動いてくれるっていうのはすごくね良いところかなと思います。でさらにですね、複数人の追跡もできるんですよ。こういったのって大体僕一人のトラッキングになりやすいのと、あとね、他のねメーカーだとトラッキングができるはいいんだけど、こう自分しか映れないみたいな、複数人がいるとその人はサブの位置になっちゃうみたいな、自分が真ん中にいるからみたいになっちゃうんやけど、このジンバルだと複数人でいけるので、要は何人かで映っててもその何人かで真ん中を撮ってくれるし、でメインの人を決めておけばその人が画面からフレームアウトしたらその人に行くようにとか、結構細かなね設定ができますので、こうグループで撮影するっていう時も、正直そんな多くはないけど、意外とねこうカップルとかで撮る時にこれはいいと思います。2人のセンターを取れるからね、こう自分のセンターと誰かじゃなくて2人でセンターを取れるっていうのがすごくねいいかなというふうには感じましたね。でそれでさらにですね、プロフレーミンググリッド機能っていうのがありまして、これはですね9つのトラッキングのポイントをね決めて、そのポイントらへんの位置でトラッキングしつつ自由にこうフレームを作ってくれるというふうになるんですね。なので、僕もねちょっと画面の端に入れながらいろいろとね自撮りをしてみてたんですけれども、これをねしておくとさ、要は僕も入れながら見せたいね背景とか解説したいものとかをスムーズに解説することも見せたりすることもできますよね。っていうので、これはね結構旅ブロガーさんとかなんかこう旅行に行く時に見せたいものがあったりするとすごくね使いやすいものなのかなというふうにも感じました。でねまだあります。めちゃくちゃてんこ盛りなんですけど、リモート操作にもね結構便利でして、アップローチのね操作もできたりとか、これもねめっちゃいいなと思ったのが、別の端末でこう QR をね読み込むことができて、それでね読み込んだらウェブ上で、確認をねして操作をして、でレックもできたりするんですよね。これめっちゃいいのがウェブ上というところで、こうアプリをねその端末でダウンロードする必要がないと。なのでネットがねつながる環境であればもうサクッとやって、で遠隔で見ながら、レックできたりするとか、でこういうリモート操作いいですよね。これはねこうスマホっていうものだからだと思います。これがね逆にカメラだとこう Wi-Fi つながないといけないとかなっちゃうので、これはねスマホならではの強みだったりしますよね。はい、っていうのが、このね新機能とか、僕がねすごく推したいポイントかなというところになっております。その他にもね細々いろんな機能があって、 AI によるね自
自動編集でハイライト映像をねすぐに作ってくれたりとか、あとは専用のねライトを取り付けることができて、でしかもねそのライトが明るさをね3段階調整できるんですよ。明るさの3段階と色温度もね、環境に合わせて寒色っぽいのか中寒色なのか、あとは温かみのある暖色系なのかとかでもね、そういったものも設定ができるというふうになっております。であとはねこの本体ね2つ USB-C ポートがあって、こっちが本体への充電インって書いてます。でここのね下にね、はい、USB アウトがあるので、こっからケーブルをねiPhone に挿してあげれば本体に充電できるんですよ、 iPhone にね。なので給電ができちゃうっていうので、モバイルバッテリーもなっちゃうよみたいな、ただねそんな大容量モバイルバッテリーってわけではないかなというふうに思うので、数十%ぐらい溜まると思っていただければいいのかなというふうに思います。はい、という感じでたくさんねできることはもうめちゃくちゃね伝わったんじゃないかなというふうに思います。ただ実際にねどういうふうに撮れるのかっていうのがねまだちょっとイメージが湧かない可能性もあるので、ちょっとですね僕がねこの数日間で撮ってきた映像、ジンバルのね映像を簡単にねまとめましたので、ちょっとそれをね一回見てもらえたらなというふうに思います。どうぞ。はい、というわけでね、簡単に映像を組んでみましたがいかがだったでしょうか。普通に手持ちで撮ってたら絶対撮れないね映像に仕上がったかなというふうに思います。でちょっとまたねすごい太陽が明るくてちょっとサングラスさせていただいてるんですけれども、ここからですね実際に僕がたくさん使ってみての実際の使用感と注意点とかをちょっと結構いろいろとあるので、それをねお伝えしようかなというふうに思います。で実際使ってみた感想としては、まずねめちゃめちゃ簡単に使えます。本当にすごくいいです。これはめっちゃ直感的にできるし、もうこれもね縦もできるし、こんな感じで横もすぐに変更できてね、本当に使いやすい。でこのままね角度もね、前後変えたりねできたりしますので、本当にこれはね使いやすいと思います。というのもやっぱりねバランス調整が不要というところで、このモーターパワーでね全てもう一括してどんなスマホでもつけるだけでいけるっていうのが本当にね使いやすいかなというふうに思います。でトラッキング性能もすごくいいし、あとねこのマウント自体もこのマグセーフで取り付けることができますので、一回一回ねカポってわざわざめんどくさいスマホにね通すんじゃなくて、マグセーフ対応のものを使えばこのままねできちゃうというのも本当に楽だし、僕たち今ねみんな全員マグセーフ対応のね iPhone 使ってるので、本当に貸し借りがねめちゃくちゃスムーズだったなというふうに思いました。ただですねこのマグセーフのねこのアタッチメントはちょっとね水平をねしっかりと取った状態でつけておかないと、横にした時とかに、若干ねこのスマホが傾く可能性があるので、これはしっかりとねつけておく必要はあります。であとねこの磁力自体はすごい強力で、もうめちゃくちゃガシッとね決まるこのマグセーフマウントなんですけど、欲を言えばワイヤレス充電できたら嬉しかったな。はい、ここのUSB-C to C で本体にねこっちに供給できますよね。これがさらにワイヤレスでマグセーフで iPhone の充電このままできちゃうよみたいなやったらもう完璧でした。はい、これはねまだ進化の余地があるなと思います。でトラッキング自体はねもうめちゃくちゃ高性能やしすごくいいなと思うんですが、それはね専用アプリでしか対応してないんですよね。インスタ360のアプリを使ってZoom のトラッキングとか複数人のねトラッキングができるんですけど、それがブラックマジックカメラとか純正の iPhone のカメラとかだと使えないというのは注意点だし、そこまでいけるともっといいなというふうに思いました。正直なところインスタ360のアプリを使えば撮れるんだけど、もうさアプリごちゃごちゃ移動するのめんどくさいやんか。で僕はログで撮りたいしっていうので、そこはねもう純粋に惜しかったなと思ってます。であとはですね物理ボタンがねここにたくさんあって、このコントロールダイヤルもあるし、この4つのボタンとあとジョイスティックとでそれぞれボタンに何回押せばどうなるかとかも結構あるんですけど、これねちょっと覚えるの大変ですなのでなんかすぐにねマニュアルがアプリからパッと出せたりとか、この辺サクッとね確認できるねようになるとか、もうちょいねこの操作感がシンプルかつ覚えやすかったらいいなというふうに思いました。でもできることが多いという点はすごくいいなというふうに思います。でこっからね僕の結構わがままな要望ばっかりにはなっちゃうんですけれども、この三脚自体はめちゃめちゃいいんですよ。本当にこれがあることですごく立てやすいし、しまうのもこんなんね全然手間じゃないですよ。正直これぐらいは全然やります、撮影中に。ただですねここの高さがこれがもったいないかな。これがね置いた時にもこんぐらい来てほしいなと思いました
はい、自分視点ぐらいまで上がるとめっちゃいいなと思うんですよね。なんか僕的にはもうちょい太くてもいいから、なんか安定させて高さがこんぐらいまで来るともっといいなと思いました。ただこれニーズは少ないと思うんだけど、僕はねそこら辺はすごく期待したいですね。であとね、このライトがつけれるっていうのはいいんですけど、これね横にした時にライトが下につくんですよね。下向きになると。なのでこれ上の方がねちょっとこう照らし方としてはなんかありがたいなとは思いましたね。ちょっと下からよりもやっぱ上から照らされる方がいいので、これはねちょっとあれかなというふうに思いましたかね。これはねちょっと次回作はこう上につくようにねしてくれるともっといいんじゃないかなというふうには思いますね。であとはですね、重さ制限ですね。これねもうちょい言ってほしかった、正直。今回僕16 Pro Max と、iPhone のケース、リグみたいな軽いケースと、あと、ND フィルターをつけて撮影してたんですけど、これモーターがねもうダメだみたいな感じでちょっと限界来るのが何回かありました。はい。頻繁にね起きるわけではないんだけれども、ちょっと長い時間取ると結構へたるので、16 Pro 15 Pro とかだったら全然十分なんですけど、 MAX シリーズかついろいろアクセサリーをごちゃごちゃつけるんだったらこれ持たないと思います。はい。であとね、アプリのこう接続自体もスムーズにいかない時が多くて、1台の iPhone をね扱うんだったら全然大丈夫なんで、1個だけで使う人は全然問題ない、関係ないんですが、僕たちちょっとこういろんな iPhone を交換しながらやってたんですよ。そういった時に何回もやっても接続ができないとかが結構あったので、 Bluetooth 自体は接続できててもこのネイティブのこうトラッキングとかができないとかがあったんで、その辺のこうもうちょいスムーズさっていうのが改善いただきたいなというふうには感じました。っていうふうにね、ちょっといろいろと希望を言ってしまったんですけど、おおむねめちゃくちゃいいと思います。今ジンバルを買うならねもう絶対これだなと自信を持って言えるし、いろんな注意点とかあるもののすごくね僕は気に入っております。しかもね、なんかここのダイヤルリングでさ変えることによってレンズ変えれるからさ、スマホ触らなくてよくなったりとか、そういう細かなところもめっちゃいいし、撮影のねプレビューをするときにここのリングを回せばプレビューの尺をいじれたりするんですよ。今早送りとかさ、ちょっと違うところに飛んだりとか、こういったことができるっていう、ここもねめちゃめちゃ使いやすかったり、すごく細部までこだわられた設計っていうことには間違いないので、本当にね製品自体はすごくいいんじゃないかなと思っております。っていうね、そんなこのねジンバルの最後価格についてご紹介するんですが、これ通常版が21,900円なので、本体保護ポーチ、ケーブル、磁気スマートフォンクランプですね。でクリエイターキットというものが26,900円ということで、追加で C2C ケーブルとスポットライトと磁気スマートフォンマウントがついてくると。で価格差がね5000円ぐらいになりますので、マグセーフのねこのクランプが欲しい方はやっぱこっちがね結局おすすめかなというふうに思います。あとライトもねついてきますので、いろいろとこだわりたい方はクリエイターキットがね、いいんじゃないかなというふうに思います。はい、ということでね、今回の動画いかがだったでしょうか。本当に最後にですね、結論としてスマホジンバル必要かどうかっていうのを皆さんにね、僕の本音を伝えて終わろうかなというふうに思います。基本的にですね、スマホジンバルっていうのはなくても問題はないです。はい、こんなに PR しながらそんなこと言うのかっていうところなんですけど、なくてもいけるっちゃいけると思うんですよ。iPhone の手ぶら補正めちゃくちゃいいじゃないですか。なので絶対に必要かって言われたらそうじゃないと思います。ただですね、今回のようにこう長いカメラワークをしたりとか、ちょっとこだわったね作品を作りたい、映像を作りたいっていう方には絶対やっぱ必要にはなってくるんですよ。なのでもう本当に用途でしかないと思っています。僕の中ではさあ撮るぞと、今日は iPhone でたくさん撮るぞっていう時にはもう絶対これがあってほしいなというふうに思うし、皆さんはねどういうふうに感じるのかっていうのを、ぜひですねこう考えていただいて、もし必要だと思う方はぜひねチェックしていただければすごくいいんじゃないかなというふうに思っております。で今回のね実際の iPhone でね撮影した映像は全てですね僕が発売している Apple ProRes 専用のねラットパックのものをね使っております。すごくねいい色が出てたと思いますし、ブラックマジックカメラでもね実際にそのラットを取り入れて実際に撮影してたりしてたので、もうこの Apple ProRes ロゴね使う方はねもうぜひ絶対に、ね、使っていただきたいラットになっておりますので、よかったらですねこちらも概要欄からチェックしていただけるとすごく嬉しいなというふうに思っております。はい、というわけで今回ねこのインスタ360さんの Flow2 Pro をね、ご紹介させていただきました。ぜひね興味ある方はね、こちらチェックしていただければなというふうに思います。そしてこの動画が役に立ったよかったよっていう方はぜひグッドボタンとチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。で前回出したね、このスバルさんとのタイアップ動画での、iPhone でのね、高クオリティな撮影方法とか、おすすめアイテムを紹介してますので、そちらも合わせて見ていただければすごく嬉しいなというふうに思います。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。